船坂の村を歩く。今回は九州最後の炭鉱の島である池島です。その前編は炭鉱ができる以前から存在し、炭鉱町として変化していった集落を歩きます。今日はですね、長崎県の池島にやってきました。この島なんですがね、過去に2回来ています。前に撮った映像がですね、あまり、綺麗な映像じゃなかったもんですから、今回撮り直しということでやってきました。それから、空撮もね、してみたいと思います。非常に天気がいいので、できると思いますけども。綺麗な映像と、拙い私の語り、これで、街を歩いていきたいと思います。今、上の方からですね、佐世保の方から船でやってきて、この池島港に入りました。池島という名前なんですけれども、そもそもは池でした。鏡ヶ池という名前の池でした。で、ここに炭鉱町を作るということで、ここの部分を開削してですね、船が入れるようにしたということです。で、この炭鉱町の構成なんですけど、炭鉱そのものはこの島にあるわけではありません。南側、西側のですね、海の中にあります。そこの海の中の炭鉱に入っていく入り口がこの池島であるということなんですね。でまず、炭鉱に入っていく立坑なんですけど、ここにありますね、第一立坑。それから島の一番、南西部にあります第二立坑。この辺りから、地中に入っていって、石炭を掘り出すということです。で、掘り出した石炭は、この港の近くのですね、製炭工場で、製品化されまして、ここから積み出されるということになります。で、この炭鉱で働く人たちがどこに住んでたかということなんですが、まず一つはこの港の周り、それから一番大きいのはここですね。炭鉱住宅がいっぱい建っているところ、ここの場所。中心の町がここですね。名帯に池島中央会館とか病院の跡とか、それから小中学校ですね。これがあったりします。また、この一番奥にはですね、池島神社という神社があって、小高い山があります。標高114メートル。池島の炭鉱町、炭鉱の島の構成になります。ただ、この島の魅力はですね、それだけではありません。
実はこの池島に炭鉱が作られる、炭鉱町が作られるのは戦後のことになります。この近くにあります松島という島で、炭鉱業を営んでいた松島炭鉱だったかな。それが、事業拡大ということでこの池島にやってきたわけですね。でその前はここは農業業の島でした。でその時の集落がどこにあるかということなんですが、それはここです。この場所に集落があって、また江戸時代にはここに東御番所があったりなんかしています。ですからこの集落がどうなっているかっていうのもポイントなんですね。ちょうど佐世保からやってきた高速艇が出ていきました。ここが開削したとこですね。よくここ開きましたよね。池島はかつてものすごい人が住んでました。ですからね、住宅はたくさんあります。この港の周りにも、このようなですね、集合住宅が何棟も何棟も建っております。ここの場所はですね、船にすぐ乗れるので便利だということでですね、住んでる人多いような気がします。丘の上の住棟よりもね。港ショッピングセンター。かつての鏡ヶ池。水がなかったのが開削してどっと15分で満水になったらしいですよ。長崎炭鉱体験見学資料館ってありますけどね。ここで申し込むと炭鉱ツアーに参加できます。ネットなんかでね、予約もできます。前方に迫力のある施設が見えてきました。なんだっけこれ。発電所。いやー、崩れてますね。そりゃそうだよね。エレベーターかな。あそこにカゴがあるけどね。いやいやいや。あそこに見えますのが松島ですね。あそこにあった松島炭鉱というのが、1952年に池島の開発に着手して、1959年に操業が開始、閉山するのが2001年ということですから、42年間ですね、操業を続けたということだそうです。ここでね、道が2つに分かれています。左の道を行くと、丘の上の、炭鉱町の方に行くんですが、で、右の道を下っていくと、炭鉱町ができる前からあります、漁村ですね。集落。お、パチンコ台じゃないですか。ここはパチンコ屋さんだったんですね。炭鉱町の上にもね、商店街少しあるんですけど、多分、娯楽だとか、なんだとか、そういうものがこの規制の、集落に依存していたと言いますかね。そういうことがあったんじゃないですかね。ここ店の跡ですよね。これは何だろうな、白樺。食堂レストランなのかな。中入った人いるんだろうな、これ。ね。飲食店の後ですね。崩れてる。前来た時ここまで崩れてなかったような気がするけどな。
誰も住んでないでしょ。よいしょ。あ、こっちに家が展開してる。あ、そこは住まわれてますね。もうずっと続いてんね。前回ここまで来たかな。ちょっとな、草むしってて行けなかったような気がするんだけど。これ丘の上の道に繋がってんのかな？あ、上の道出ましたね。はいはいはい。うん。これ下から登ってくる道で、うん。ここに工場の入り口があるんだ。行っていいのかな？ダメだな。関係者以外立ち入り禁止。また、下の目抜き通りに戻ってきました。はい、進んでいきましょう。この辺もどうかな？俺、スナックっぽいけどね、作りがね。あ、だけど、ここね、前何だったかな？ちょっと昔の写真出します。これです。これですって。理髪だったっけ？そう。で、この右側もね、確かレストランかなんかなんですよ、ここ。で、人形が置いてあったと思うんだよな、ここに。なくなってます。ここはですね、炭鉱町ができる前からある集落だと思います。だから、ここにですね、港があったと思うんだよな、きっと。漁港があったはずなんですよ、この場所に。今埋め立てられちゃってて、その面影はないんですけどね。ここも三井松島ホールディングス株式会社グループって書いてあるから、まあ、旧松島炭鉱の所有地なんですね。港があって、これ埋め立ったのかな。この石積みと、この上にある古い家。これがね、旧漁村、旧集落の面影を残している、象徴的な場所だと思います。池島小番所跡。外見地方はね、外国船や抜け荷の監視の用地であったということでが、幕府が番所を置いたんですね。この池島をはじめ9カ所を増設して、合わせて外目16カ所番所としました。と書いてあります。
ああ、でも住んでないかな。どうだろう。ここまでが集落だったと思うんですけどね。こっから、ちょっと雰囲気が変わってきます。例えばこの家、窓がないですよね。あれは普通の家かな。この辺り。住宅じゃないよね。これとか。そんでね、ここを見ると、シールが貼ってあります。深夜酒類提供飲食店。長崎県公安委員会。ね、つまりここはですね、有利です。うん。いやー、かなり草むしってんな。ずっとね、店があるんですよ。これなんか下開けて、誰か入ったな、これ。こういう感じ。見えますね。バーですね。スナックですね。ああ。ここはなんだ？よいしょ。あそこにエアコンが置いてあったりするから、ここも飲食関係でしょうね、夜のね。この家、これも面白いでしょ、この建物。ツタが引っ絡まってる。ああ、これだ。ね。スナック千代。開いてませんね、当然。見えませんね。うん、そうそう、これがね、旅館なんです、ここは。伸ばして中を取りましょう。ここまでかな。という感じで、そのスナック街、旧スナック街を抜けました。そうすると、建物はなくなります。はい。というのが、かつてからの集落と、それからその背後に形成された有利です。スナック街。で、ここの道を登っていきます。もう車の音が聞こえてますので、上に車道がありますね。あ、第一建港が見えてきました。よいしょ。で、丘の上に登ります。はい。はい、ここに名板があります。松島炭鉱株式会社、池島工業所。そうです。ここからが炭鉱町です。ガラッと変わるでしょ。雰囲気がね。これ港の方から登ってくる道。で、丘の上に登り切るとですね、郵便局があります。町の入り口中心部ですね。で、住宅がだーっと並んでまして、で、ここに掲示板の跡らしきものがあるから、
多分ここも入り口の一つなんでしょうね、メインのね。池島簡易郵便局。ここにアーケードみたいになってるから、おそらく商店だと思うんですよね。店舗兼用住宅ですかね。下を店舗、上は住居っていう感じですね。そんで、このですね、店舗兼用住宅、商店街の裏側。はい、そうしますとね、このような鉄骨造の建物があって、スナック A1、ジャンオーとかですね、池島ファミリーボールなんていう施設があります。あ、こっちにもあるかな。レストラン喫茶モナークなんてのありますからね。まあ、娯楽ですね。ここは、町間炭鉱が計画的に作った娯楽施設なんだと思うんですよね。当然これじゃ足りませんよね。ということで、規制の集落との間にですね、スナック街ができたんじゃないかなっていうのが私の見立てです。九州最後の炭鉱の島、池島。その港から炭鉱開発以前は農業村だった集落エリアを通って、炭鉱町の中心商業地まで歩きました。いかがだったでしょうか。多くの労働者が夜な夜な遊んでいた有利の建物たちもかなり朽ちてましたね。次回は池島の後編、炭鉱住宅街を練り歩きますのでお楽しみに。それではさようなら。Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I